皆さんこんにちは、リキトです。今回は沖縄に住むミニマリストまこさんのご自宅のルームツアーをさせていただくということで、お邪魔させてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、実はね、今日お会いするのは初めてではなく、多分もう3回ぐらい会ってますよね。3回目ですね。実は、前回ね、渋さんのルームツアー動画で1回ご出演くださっていて、今回ね、僕は初めてまこさんのご自宅の方にお邪魔させていただくってところで、こんだけね、すごく洗練された素敵な空間、本当に真っ白で、しかも犬が1匹と猫ちゃんが2匹飼われてて、本当にね、もうペット飼いながらでも本当にこういうミニマリストな洗練された空間って作れるんだなっていうことにすごくね感動してはいるんですけども、そんなまこさんなんですけども、なんか簡単に自己紹介などをいただいていいですか？まこです。沖縄で一人で小さいお店カフェを経営してます。で、今副業でお片付けサポートっていうのもやっています。ありがとうございます。そうなんですよ。近くにね、カフェ、ちっちゃいカフェを一人で経営されてるってことで、前回ね、僕沖縄に来させてもらった時にちょっとね寄らせていただいたんですけど、びっくりするほどいい空間で、またねちょっとこのお部屋とはちょっとテイストが違う、すごくねミニマルな素敵な空間になってるので、もしね沖縄に住んでる方だったりとか、あとはなんか旅行とかで沖縄立ち寄られた方はね、ぜひまこさん多分店頭に立たれてますよね。はい、絶対にいます。なのでぜひまこさんに会いに行ってみてください。ありがとうございます。ということで、ちょっとね前置きが長くなりましたけど、早速まこさんのルームツアーさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。すごい、これがミニマリスト犬ですね。ミニマリスト犬ですね。この子は本当にまこさんと同じオールブラックですごい。はい、ということで早速ね、こちら玄関からご紹介させていただきたいと思います。入ってね、こんな感じで、なんか玄関のこのドアっていうのがガラスになってるんですね。玄関からでもこの開放的な空間を見ることができて、しかもあそこにいるねワンちゃんも確認することができるっていうので、猫がいるので脱走防止策を今までもずっとつけてきてたんですけど、でなのでこのお家に来る時もこの脱走防止の扉をつけたいっていう気持ちがあって、でもこれ普通の扉だと玄関狭いので圧迫感もすごい出るし、あとすごい多分暗かったと思うんですけど、それでここちょっと開放感が出るようにガラスにしてほしいってお願いして作ってもらいました。じゃあここのドアも含めて全てリノベーションされてるっていう形で、はい、そうですね。なるほどなるほど。だからこういう感じで、ね、全部取っ手の部分も真っ白だったりとかするんですね。すごい、ここがね本当にちっちゃい隙間になってるんですけどなんか多分ペット用品とかですかね。はい、犬チャイって言うんですけど、チャイの散歩を行く時に持っていくものとか、あとは私が毎日これは仕事に持って行ってる、エプロンとかタオルとかを入れて持っていくカバンで、他も雨の日に散歩行かないといけないので、チャイのレインコートだったりとか、そういうもの、あとは靴とかですね。すごいですね。カバン置きとかは特になくって、全部こんな感じで、なんかペット用品だったりとかバッグっていうのはこんな感じで吊るして保管されてるって形ですかね。私のクローゼットの方にもカバンはあるんですけど、毎日使うものはもうここで置いてる感じです。すごい、全部ねこの隙間の中にね靴箱だったりとか、ペット用品が全てもうペット用品も含めてこれだけですか？ペット用品は、台所の下にもちょっとあります。でも散歩に使うものはここにって感じですね。これいいですね。なんか本当に避難がもし必要になった際とかもね、多分これでそうですね。ここからパッと持っていける。確かに玄関にこういう感じでまとまってるっていうのはすごく素敵ですね。もう靴箱がちょっとだけにしてあるので増えないようにですね。6で多分3足ずつだと思います。これはまこさんと旦那さんを含めた形、そうです。でね、なんとね靴一緒。そうなんですよ。衝撃的なのがここにある靴、左側が僕の靴で右側がまこさんの靴だと思うんですけど、どちらもねオンのクラウドモンスター、同じやつですよね。これ本当に歩きやすいですよね。っていう感じで全くねお揃いの靴なんですけどっていう感じで靴も本当に最小限全部で6足って形で、かなりね女性にしてはめちゃくちゃ少ないんじゃないかなっていうふうに思いました。
って感じで、続いて水回りですね。玄関抜けた先にすぐ隣に水回りがある形ですね。って感じで入らせていただきます。はい、どうぞ。おお、すごい。早速思ったのは、この目の前、これ見たことあるドラム式洗濯機がありますけど、パナソニックのキューブルですかね。あ、そうです。私が初めて渋さんのお部屋の写真を見て、一番なんか感動したのがこれだったかもしれないです。真っ白の何もないお部屋に、なんか真ん中に置いてるお部屋の時あったじゃないですか。ありましたね。あのお部屋がすごい好きで。わかります。僕も渋京トークをさせてもらうと、僕歴代の渋さんの部屋の中で、真ん中に、ドラム式洗濯機があるお部屋が一番ベストだと思ってます。これがすごい印象的で、こんなかっこいいのがあるんだと思って。他にもなんか調べたんですけど、買う時に、やっぱりもうこれだって思いました。めっちゃなんかジャストフィットじゃないですか、これ。そうなんです。ギッチギチで。めっちゃ隙間なく、本当にシンデレラフィットしてるみたいな感じで。業者さんがすごい頑張って入れてくれました。じゃあ業者さんにすごい感謝ですね。っていう感じで、ここが洗面台ですかね。そうです。すごい極力物が置かないようにってところを意識されてるって感じですかね。そうですね。はい。なるほど。歯ブラシが旦那さんとマックさんのやつって感じですかね。そうです。浮かせて。なるほど。私顔洗うとここびちゃびちゃになるんですよ。確かにね、女性の方だから洗顔とかでしちゃうとなぜかびしゃびしゃになっちゃうので、拭きやすいようにしてます。すごい。可愛いマリメッコのハンドタオルですか。そう、気づいてくれて嬉しい。可愛い。僕もマリメッコめっちゃ大好きなんで。ですか。可愛いですね。ありがとうございます。ここに収納とかがあったりするんですけど、なんか見ても大丈夫ですか？大丈夫です。前は2段にしてたんですけど、上の段の収納ケースをもう減らして、今はこれだけで、この下掃除機すぐかけれる方がいいなと思って、またちょっと物を減らして今はこれだけになってるんですけど、ここは大体もうストックとかですね、旦那さんが使うものが多いかな。あとマスクとか、あとはタオルの替えと私のパジャマが入ってます。タオルは2人でこのフェイスタオル2枚ずつ。じゃあバスタオルとかはないんですか？ないです。おお、すごい。確かにね、まこさんショートヘアで。そうですね。私このぐらいなら全然大丈夫です。フェイスタオルで。そう、なんかミニマリストのテクニックとして、バスタオルを使うんじゃなくってフェイスタオルを使うことによって、男性だったりとか、女性でまこさんみたいな形でショートヘアであんまり髪が長くない方だったら全然ね、フェイスタオルでも全然拭き取れますよね。だし、その分面積もね、ちっちゃいので、洗濯する時もすごく楽だし、乾くものね、すごく何より早いので、そういった意味でなんかミニマリストのテクニックとしてバスタオルよりフェイスタオルを使おうっていうのがあったりはするんですけど、それをね、実践されてるって形ですかね。なんでここの収納には日用品関連がまとまってるって感じですね。そうですね。ここで使うもののストックとか、私はパジャマもここで着るので、パジャマもここ。でも旦那さんはパジャマは自分の部屋で着たい人なので、旦那のパジャマは向こうなんですけど。なるほど。じゃあなんかそこも強制せずに、やっぱりお互いのライフスタイルに合わせてパジャマの置き位置とかを立ててるって感じですね。そうですね。上の段とか見ても大丈夫ですか？はい、どうぞ。これはちょっと生活感出ますけど。すごい。ここら辺は美容系ですかね。そうですね。美容っていうほど大したものないんですけど、歯磨き粉とかちょっと化粧水とかヘアオイルとかですね。で、あとは旦那さんのひげ剃りとか。そんな感じと。この引き出しの中に全部入ってるって感じですね。はい、そうです。これ渋さんの動画でも言ったんですけど、これこのまま使えるっていうのはちょっと僕前の動画で見てめちゃくちゃ感動しました。ありがとうございます。沖縄のエミールな記事のホテルをモチーフにして、なんか設計士さんになんか依頼したとか。そうです。この中にコンセント作ってほしいってお願いしました。いや、これ感動しますよね。このアイデアと発想はね、なんかエミールさんのすごいですよね。なるほどって思いました。確かにここにコンセントがありますけども、この中にコンセントを差し込むことによってなるべくね、もう本当ノイズですね、生活感なくここにドライヤーも収納できるって大体この辺に多分、コンセントがあるので、普通ってこうね挿してまた抜いてまとめて直すだけど、これしたいけどなかなかねリノベーションじゃないとできないですよね。これはね。確かに、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。バスルームいいですか？はい、ありがとうございます。普通ですけどね。すごい。めちゃくちゃ真っ白ですね。なんか工夫してる点とかありますか？
こっち普通に浮かしてるっていうくらいですね。なるほど。確かにね、床にね置いてしまうと結構ぬめりができちゃったりとかしちゃうので、こんな感じで吊るす形をとっておけばあまりそういった心配もないのかなとは思います。湯シャンが合わなくなっちゃって、最近シャンプーリンスまた使ってるんですよ。すごい。今湯シャンなんですか？前までねずっと湯シャンとかしてたんですけど、なんかある時から急にちょっと頭皮が良くなくなっちゃって、今はまた使ったり、体質があるのかもしれないですね。合う合わないありますね。あると思います。ありがとうございます。ここ何ですかね？これが猫トイレスペースになります。すごい、そんなのあるんですか？すげえ、何これ？こうなってて初めて見ます僕。猫トイレスペース。これって普通自宅とかにある人いるんですか？こういうスペースがですか？なかなかないと思いますね。賃貸とかだと。すごい贅沢な猫ですね。今まではトイレずっとリビングとか、この自分たちがご飯食べる横にあったりしてたんですけど、今回やっとこういうスペースを作ることができたので。これもともとですかね？いや、ここも旦那さんの部屋以外はもう全部一回スケルトンの状態にしてからリノベーションしてもらってるので。すごい。しかもメインスペースとつながってるんですかね？そうです。向こうから入れるようになってます。なるほど。だからわざわざここからドア開けて、ここから侵入しなくても向こうのスペースから。こっちには猫ちゃん来ちゃってもし玄関開いた瞬間にピッて脱走しちゃったら大変なので、こっち側には猫には来れないようになってます。でここでおトイレして、でこれを、うちの猫砂はトイレに流せるタイプのやつ使ってるので、これをそのままこっちがトイレなのでここに捨てて、でまたすぐにここで手を洗うことができるっていう動線になってます。動線これ完璧じゃないですか。これもマックさんが考えたんですか？そうですね。前のお家がすごいちょっと動線が悪くって、なんかあっち行ってこっち行ってこっちで手洗ってまたこれ置きに来てとかをやらないといけなかったんですけど、それがちょっと面倒くさかったので。すげえ、これ感動するな。リノベーション考えてる方でペットを飼ってる方とかすごく参考になる使い方なんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。匂いもこもらないようになってるので。そっかそっか。ここはね吹き抜けというか。そうですね。これも一応換気つけてもらってるので。なるほど。じゃあ換気扇も通ってて。そうですね。すごくいい空気が行き渡ってるって感じですかね。猫砂のストックとか。なるほど。あとルーターがここにあったり。Wi-Fi ルーターとかですかね。すごい。あとは猫のこのリュック、病院行く時とかに使うやつですね。なるほど。じゃあもうここでもう猫用品とかも完結されてるってそうで感じですね。すね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。って感じでついにメインルームの方に移らせていただきたいと思います。失礼します。どうぞ。すごい。本当にもう全面真っ白で、ここに大きいテーブルがあって、ここで普段ご飯食べたりとか、そうですっていう感じだったりとか、なんか面白いのがね、ここにねなんか階段みたいなのがあったりとかして、ここもねなんか全てつながってたりとかしたりとかもしますし、本当にね真っ白ですごく美しい空間になっているので、ちょっと詳しくご紹介していただきたいと思います。で、あそこにワンちゃんがいますけども、僕ねちょっと気になったのはこのなんか階段みたいなスペースになってる空間、これは何になるんですか？これはキャットステップになるんですけど、猫がこれを登って上歩いたりできるようになってます。すごい。本当はもっと距離を取りたかったんですけど、ちょっと予算の関係で短いキャットウォークなんですけど。すげえ、この空間を作れる自宅ってないですよね。そうですね。なんか賃貸でも多分壁に穴開けずになんかうまくなんか取り付けれたりするやつはあると思うんですけど、なかなかそうですね。なんかこれはどうしてつけようと思ったとか理由とかってあったりしますか？なんか猫ってこの上下運動をしたい生き物ならしくって、それで今まではキャットタワーっていうやつを置いてたんですけど、結構大きいんですね、キャットタワーって。確かに。だし床に置かないとそうなんです。なかなか難しかったりとかしますもんね。
それで、前まではそれもキャットタワーも持ってたし、はい、あとは3段のキャットゲージっていうこの大きいやつも持ってたんですけど、はい、なんかもうその辺も手放したくって、前住んでたお家でもそこは全然穴開けてもいいよっていうような賃貸物件だったので、DIY で前のお家でこういうのを作ったんですけど、はい、その時に結構猫が喜んで遊んでくれてたので、じゃあもう次のお家もそうしようっていうことで。なるほど。はい、でもこれ爪とがれてここでもうボロボロなんです。ああ、本当だ。結構ね、使用感はある感じだけど、もうすごいですね。ここも真っ白で統一されてて、これ実際に猫ちゃん上がれるんですか？はい、上がれますよ。全然。すごい。この段差通れるんだみたいな。こっから全然飛んだりもします。すごい。この高さも飛べるんだ。飛べます飛べます。こういう感じになってるんですね。なんか柱みたいなので。上から吊るしてるのかな。すごい。そこでずっと一日ぼーっと過ごしてる時もあります。じゃあ猫ちゃんこの空間がお気に入りみたいで。で、なんかドアの方はこれすりガラスみたいな感じになってるんですか？はい、上は目隠しシートを貼ってます。なるほど。目隠しシートを貼って外が見えないようにしてるって感じですね。もうカーテンつけたくなかったので、なるほど。でもなんか下の方は若干ね、自然光とかも入るような小ぶれみとかも助走とか見れるようにあったりとか。そうですね。そういうって感じですね。で、ここにワンちゃん。男の子ですか？はい、男の子です。男の子か。かわいい。これはペット用のソファーみたいな感じになるんですね。そうですね。はい。ここに猫ちゃんとかワンちゃんとかも座ったりとかするって感じですかね。はい、そうですね。3匹いるんですけど、なるほど。1人の女の子の猫ちゃんは、あっちの部屋が大好きでもほぼ出てこないんですけど。なるほど。じゃあその子に合った空間で楽しんでるって感じですね。そうですね。あっちの部屋はすごいその子に合ってるみたいで。すごい。一番端から見てみると本当にここでワンちゃん1匹猫ちゃん2匹暮らしてるのかなっていうのが今猫いないですもんね。そうですねって思うぐらいすごくね洗練された空間にもなってますけど真ん中にはあそこにテーブルとか椅子とか並べてるって感じですね。ここは2脚ってところで基本的にはなんか来客用の椅子とかも用意してなくて、もう本当に旦那さんとマコさんと座る用の椅子2脚だけって感じですかね。友達来たらそこのスツールをこっちに持ってきたり、なるほど。このスツールを有効活用したりとかって感じですかね。結構この椅子とかも足つきのやつなんであんまり圧迫感を感じず、空間が、広く見えるのかなとか思ったりとか。こっちのスツールもこれ一番ちょっと大きいサイズを買ったんですけど、これをこの大きいから圧迫感出るかなって思ったんですけど、これもこのお店のお姉さんがここが抜けてるからその圧迫感とかない感じないと思いますって言ってくれて、下が抜けてるのはいいかもしれないですね。インスタグラムとか拝見した感じ、プロジェクターとかでアニメとか見てる印象があったんですけど、プロジェクターとかはどこにあるんですか？プロジェクターは私のクローゼットで充電をしていて、ルンバに倒されると困るのでこっちに直してるんですけど、うちのクローゼットで充電してこれだけを持ってきて、床に置いてみたりこっちにこうやってみたり。この椅子そういう使い方もできるんですね。はい。なるほど。これアンカーとかですか？そうです。カプセル2。ね、本当にコンパクトですね。はい、ちっちゃい。ちっちゃいんだ。すごい。これで結構普段なんかアニメとか映画とか見てるっていう感じですか？はい。お布団っていうか折りたたみソファーベッドみたいな。ここの隙間にあるんだ。はい。すごい。これ使ってマコさん普段寝られてるって感じですか？そうです。で私ここで寝るので。なるほど。こんなに広い空間で、しかも旦那さんとか一緒じゃなくて、旦那さんはまた旦那さんの部屋に敷布団置いてあるので、あっちで寝てます。なるほど。じゃあ本当にこれだけ敷いてって感じですかね。はい。ちょっと重たいんですけどね。重たいんだ。前まで敷布団使ってたんですけど、なんかまたちょっとソファー欲しいなってなって、今はこれで。これなんか最近取り入れられたやつですか？そうです。なんかインスタでちょっと見ましたけど。ありがとうございます。グレーなんだ。すごい。でこれがぺったんこにもできるので。すげえ。確かにこれめちゃくちゃいいですね。なんか折りたたみですごくコンパクトにもなるし、ソファー代わりにもなって、そうですね。多分ここでプロジェクターで映画とかアニメとか見ながらっていう使い方もできるし、今
今のところ腰痛いとかもないですね、これで寝てても。そっか。って感じでさっきご紹介した、猫ちゃんのトイレスペースっていうのがここに連結されてるって感じで、可愛いですね、めちゃくちゃ。ね、トンネルが猫トンネルつけてほしいってお願いして、でなんかちなみにこのなんか床材とかなんかこだわってたりとかしますか？これは、P タイルっていうものになります、なんかフローリングよりは滑りにくいっていうことで選んだんですけど、確かにワンちゃん猫ちゃんとかもこういう素材だと。そうですね、チャイくらいそんな家で走り回る子じゃなければこれでも問題はないですね、がっつり家の中でめっちゃ遊ぶ子だったらちょっと滑るかもしれないですね。なるほど、すごいいいなと思ったのが、なんか本当にめちゃくちゃ真っ白、もう 100% 真っ白っていう感じじゃなくて、若干ちょっとグレー味があったりとかする素材なのかなと思って。そうですか、なんか艶があんまりないかなと。なんか逆にちょっとなんか真っ白って感じだと結構眩しかったりとか刺激的になる方もかなりいるかなっていうふうに思うんですけど、結構素材としてそこまでね柔らかみのある白っていう感じなので。そうですね、言われてみれば、多分この壁と同じ白がここもつながってたら、本当ちょっと眩しいかもしれないですね。だけど若干ちょっとグレー味がある素材を選ばれてるっていうのはすごいなんか素敵だなっていうふうにありがとうございます。って感じで、あちらにね、キッチンが素敵なね木目のキッチンがありますけども、真っ白な空間にこういう木目のキッチンってところで、すごくねコントラストがすごく美しいなっていうふうに思ってるんですけども、じゃあなんかインテリアってこの3色でまとめるといいって言うじゃないですか。なのでうちは白とこういう木の色木とシルバーステンレスとかの色のこの3色で、だいたいまとめてあります。素晴らしい。そうですね、なんかインテリアの、基礎というかっていうところで、色数をね絞るっていうのはなるべく3色ぐらいに、絞ると結構ミニマリスト的な空間っていうのを作りやすいっていうのは一つねポイントだと思うので、マコさんの場合だと白とシルバーとこのね木目のブラウンっていうので統一されてるって感じですね。ここのキッチンのスペース、多分ここで普段お料理とか作られるって感じですね。すごい基本的に何も置かないことを心がけてるって感じですか？そうですね、寝る前にはこの状態にして終わるっていうようにしてます。じゃあ一日の終わりにはキッチンリセットして、そうですね、洗い物だけここにポンって置いて乾かして寝るんですけど、あとはもうこっちは基本的に何も乗ってない状態で寝る。いや美しいですね。このキッチンの空間、何も置いてない空間めちゃくちゃ美しいですね。中とか中ぜひ。そんなあれですけどうちは調理器具と、うち収納が少ないので書類も同じところに入ってます。なるほど、ここに書類がまとまってるって感じなんですね。書類と、そうなんです。なんか場所が他にあんまりないので、もうここに置いてます。なるほど。でもすごい少ないですね。調理器具は一応ここだけですね。確かに思ったんですよ。なんかこういう調味料とかが普通ね、なんかこういうところにマグネットで僕もやってますけど、置いてたりとかするんですけど、全くそういうのもないから、どこに調味料とかあるんだろうとか思ってましたし、マッコさん多分ご自身でカフェとかも経営されてるってことなんで、多分料理とかは多分お好きだと思うんですけど。でも大したもの作らないですけど大したものじゃなければ、これだけで全然ちゃんと作れます。すごい。カフェもね経営されてる方でこれだけの量なんで、多分皆さんもこれぐらいに頑張ればまとまるんじゃないかなっていうこと。普通のご飯であれば、本当にこれだけで全然作れますね。しかも2人暮らしですもんね。2人です。この量なんだ、すごい。ということで続いてクローゼットをご紹介いただきたいと思います。ここがマコさんのクローゼット。そうです。ここで全てですか？服はなるほど。じゃあ旦那さんのクローゼットは別にあるって形ですかね？そうです。なるほど。すごいですね。
女性なのにこの量っていうですね。今が一番少ないかなと思います。はい。なんか全部でだいたい15ぐらいですね。はい。これが全てまこさんのお洋服ってことで、はい、なんか全体的に黒とか、はい、一部ちょっとグレーっぽいような色があったりとかするんですけど、色数も結構絞ってるって感じですかね。そうですね。今はなんかもうおしゃれとかよりも着やすいとか楽なものがいいので、朝も全然時間かからなくなったので。ですよね。はい、もう朝こんな感じでクローゼットパッて着て、ね、今日何着ようかなっていうのを全然迷わなくてすぐね手に取れるからすごくいいですよね。そうですね。はい。女性の方で本当に15着っていうのはめちゃくちゃ少ない部類だと思うので、すごいなと思いましたね。じゃあバッグとかも含めてここら辺に吊るすってことを、そうですね。はい、考えられてるって感じですかね。はい。あとそうですね。普段使ってるのはこっちにもあるんですけど、これか。はい。これもね確か僕が前回、はい、福岡で一緒にこれで2泊3日すごいですよね。旅行行きました。そうなんですよ。これだけでねまこさん旅行に来てっていや本当にこれだけで来たんですかっていうふうなことを、疑うぐらいめちゃくちゃね本当にちっちゃいもう片手で収まるぐらいのバッグですもんね。マリメッコでこれだけで本当に来てるんだっていうのをね感じましたね。思い出グッズとか、本とかがそこにちょこっとまだあるんですけど。なるほど。じゃあここは思い出グッズというか思い出ボックスみたいな。そうですね。ずっと残しておきたいと思うあと本とか漫画が数冊入ってます。でもこれだけにまとめてるっていうのもすごく少ないですよね。そうですかね。なんかそこからもうはみ出ないようにって決めて。なるほどなるほど。じゃあ思い出のものとかもなるべくなんかこれだけの範囲に残すっていうのを決められて、もうそれだけで管理できる量だけ持つっていうことを意識されてるって感じですね。素晴らしい。ありがとうございます。はい、ということで、今回は、ミニマリストまこさんの、自宅のルームツアーっていうのをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでここからは、アフタートーク的な感じでミニマリストまこさんに、3つね質問をご用意したのでそちらにねお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということでそもそもまこさんってなんかミニマリストになったきっかけとかっていうのがあったらぜひ教えていただきたいです。今から3、4年くらい前に一番ちょっとありがたいことなんですけどすごく仕事が忙しい時期がありましてその時ってあれもやりたいこれもやりたいっていうのがすごい多くってこういうメニューを出したいとかこういうのをやったらお客様喜んでもらえるかもしれないとか、なんか本当にいろんなことに手を出してしまって、で結局すごい自分がしんどくなってしまってうまく回せてなかったりとか焦ったりとかですごいイライラしてしまって。その時で労働時間も結構長かったので普通に体も結構しんどくってでその中で仕事を終えてからまた家事をやるのがすごいちょっと辛かったんですね。でそういう日々のなんかこの小さいイライラとかのが重なって生理前になるともうそれがこう大爆発してしまう。で旦那さんに当たってしまったりとか当たってしまってでまた自分も落ち込んだり泣いちゃったりとかしてすごいしんどい時期が結構続いていてそういう悪循環がずっと続いてたんですね。でなんとか生活変えないといけないと思ってそこからなんかこの時間持ちになるにはどうしたらいいか心の余裕とかそういうのが欲しいと思って、で調べた時に出会ったのが渋さんのお部屋の写真でこんな何もないとこで人住めるんだと思って、でそこから渋さんの動画を見たり本を読んだりすると本当に納得しかなかったので物をこう手放すだけで身軽になれて自分も楽になれるんだったらぜひやってみたいと思ってそこから手放しを始めました。なるほど。じゃあこういう PMS のきっかけもあって、で渋さんに出会ったきっかけもあってそこから渋さんきっかけでミニマリストとして、そうですね。でこの空間になったというか、そもそもこういったものを持たない暮らしを始めてからどれぐらいの時間経ってるんですか？一応このお家に来る前 1,2 年くらいかけてわーっと物を減らして。でこのお家をリノベーションする時に、設計士さんにミニマリストを目指しているので収納とかはもう極力作らなくていいですっていうことでお願いしてっていう感じです。設計士さんとかもやっぱミニマリストっていうことをやっぱり知ってらっしゃったって感じですか？一応知ってるけどそこまで詳しいっていう感じではなかった
ったですかね。でも渋さんのことは洪水の人ですよね。やばいやばいやばい。終わってるもう。あの動画知ってたみたいで、すごいって感じで、続いて2つ目の質問なんですけども、ミニマリストになって良かったことあれば教えてほしいです。はい、イライラすることがもう本当に減りました。今でもあるんですけど、イライラしたり落ち込むこともあるんですけど、この家に帰ってきたらすごい落ち着くので、なんか嫌なことも結構気がついたら忘れちゃってたりとか、なんか前よりもこの切り替えがすごい早くできるようになりましたね。確かになんかこういうね、真っ白な空間で本当に何も物を持たない、リラックスした空間だと本当にね、脳に割かれるなんかエネルギーだったりとか抑えることもできますし、そういったね、やっぱり例えば PMS でイライラしてしまうとか、ちょっと鬱な時期がある方ってやっぱり結構ね、お部屋の中ってやっぱり散らかりがち、やっぱ本当に部屋は心の写し鏡ってことをよく言われますけども、やっぱりね、心とやっぱりお部屋っていうのはすごく連鎖されてると思うので、しっかりね、この今まこさんのなんか状態、心の状態だったりとかっていうのがこのお部屋に現れてるっていう部分はすごくあるかなっていうふうに思いました。しかもね、僕昨日沖縄に住む方の僕がやってるサービスの片付けコーディネートっていうサービスをやってるんですけども、片付けコーディネートの方に依頼してくださった方が言ってたのは、結構やっぱ沖縄の方って結構すごく物が多かったりとか、色数がすごく多かったりとか、もう本当にオレンジとかピンクとかたくさんね、色を多用したりとかしてると思うんですけど、なかなかね、沖縄の方でここまでね、もう本当に色数を少なく、もう本当にミニマムな真っ白い空間実現されてるって方もかなり少ないと思いますし、そもそももう沖縄に住んでるのに全身オールブラックっていう方もかなりもうレアキャラなんじゃないかなっていうふうに思うので、結構やっぱ目立ちますかね。目立ちますね。なんか物を大事にする方も結構多いのかなと思いますね。おじいちゃんおばあちゃんとかとこの親戚付き合いがすごい強い場所なので、このおじいちゃんからもらったとかおばあちゃんからもらったとか、そういうものをすごく大事にされる方は多いので、それゆえになんかこの捨てられないっていう方の悩みも私は聞きます。なるほど。確かに僕もね、沖縄に何人か知り合いがいたりはするんですけど、皆さんね、すごくアットホームな方がすごく多くて、やっぱりなかなかね、日本人って結構ちょっと冷たいというか、ちょっと一つ距離を置いてしまう人っていうのはかなり多いかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり結構沖縄の方って何でも初対面ですごくね、人の温かみを感じるというか、すごくアットホームな感覚がすごくあるので、すごくね、僕にとってはなんか特別な市議だなっていうのはすごく感じますね。私もともと大阪なので、そう移住者なので、だからなんか私が言ってることをすごいこう冷たいって思われちゃうかなとか思うんですけど、私は親戚付き合いとかも全然ないので、でもなんかこのお片付けサポートの中で私もこの物を減らす方が楽になれるよっていうのとか話すと、やっぱり皆さんちゃんと理解してくださるので、それは嬉しい。なるほど、ありがとうございます。って感じで続いて3問目の質問になるんですけども、まこさんね、こんな感じで犬1匹と、猫ちゃん2匹飼われてるってことで、犬とか猫、ペットをですね飼いながら、なかなかね、こういったミニマルな空間を作るのって結構難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、ペットを飼いながらミニマルな空間を作る、ミニマルな生活を過ごすっていうなんかコツとかがあればぜひ教えてほしいんですけども。そもそもですね、渋さんも動画の中でおっしゃっていたんですけど、自分に時間とかお金とか体力の余力がないのにペットをお迎えするのはすごい無責任だっていうふうに渋さんもおっしゃっていて、私もまさにそうだと思うんですけど、やっぱり自分に余裕があれば別に全然大したことじゃないし、しんどいことでも面倒なことも全然ないんですね。で、私もその片付けサポートでよくアドバイスさせてもらうのが、管理するものを減らしましょうってよく言っていて、物を減らせば減らすほど管理しないといけないものも減るので、覚えておかないといけないこととか考えないといけないことも同時に減るじゃないですか。で、私の場合は必要じゃないものを管理する時間とかエネルギーや労力を使わないで済んでるので、なので別にこの子たちの散歩行ったりとか
か、おトイレ掃除したりとかも全然大変なことだって思わないんですね。他に覚えておかないといけないこととか考えないといけないこと、管理しないといけないことがものが多かった時よりも今はもう本当に考えること少ないので、だから全然負担に思わなくって、もう癒ししかないっていう感じです。で、朝起きたら猫砂とか爪研ぎのカスがもうめっちゃ散らかってるんですけど、でも別にそれもルンバに任せられる、このルンバが活躍できる家にしてあるので、もうルンバに任せて朝パッと私は仕事にも行けますし、猫って結構毛玉とかよく吐く生き物なんですけど、前はベッドとかソファーの下とかに吐かれちゃうと、その家具をどけるにも前は物がいっぱいだったから家具をどけるのが大変だったんですよね。スペースがないので、だから掃除するにももう本当大変だったんですけど、今ってこう吐いたりしてももうパッて拭いたり、ベッドとかももうパッと洗濯機に放り込むだけで乾燥までしてくれたりとか、そういう風にしてある、掃除がしやすいお家にしてあるので、この状態をすごい維持しやすいです。はい、確かに掃除とかをね、やっぱりなるべくそういう管理だったりとか個数をやっぱ減らすっていう意味でも、なるべく物をこんな感じでもう本当に最小限にしておけば、そういったストレスもなくなりますし、普段ねお片付けのサポートもされたりとか、カフェの経営もされているということですごくねお忙しい日々を過ごされているとは思うんですけども、そういった中でもやっぱりねワンちゃんとか猫ちゃんとかいながらでも本当にそういったところを、なるべくね自動化できるところは自動化する、さっき言われてたみたいな形で、ルンバに任せれるところは任せてっていう空間ができるのも、物がね本当にめちゃくちゃごちゃごちゃに散らばっていたら、なかなかできないことだと思うので、そういった意味では、ペットとかを飼ってる家庭だからこそやっぱりこういったミニマルな空間を作るっていうのはすごく大事なポイントになってくるんじゃないかなっていうことをすごく思いました。はい、ありがとうございます。っていう感じで今回は、ミニマリストまこさんのルームツアーと、あとはねアフタートーク的な感じで、3つのね質問にお答えいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひね、概要欄の方にまこさんのインスタグラムだったりとか、あとはねお片付けのサポートの相談会とかもされてますよね。なので相談会からでもぜひ申し込みいただければお片付けのサポートを受け入れるので、ぜひね概要欄チェックしてみてください。よろしくお願いします。って感じで今回はこんな感じで終わろうと思います。今回はルームツアーいただきありがとうございました。ありがとうございました。尻尾がめっちゃフリフリ。お座りして、タッチってやってください。で、お座り。はい、タッチ。おー。偉い。